この動画はハイロックスの提供でお送りします。こんにちは。今日はマイクロスコープを使って電子部品の中身を観察します。使用するのはこちらハイロックスのマイクロスコープです。実は2023年にもハイロックスのマイクロスコープを使った動画を公開しています。今回新機種が発売されましたので、電子部品の観察も兼ねてマイクロスコープの使用感なんかも一緒に見ていきたいと思います。マイクロスコープで観察するのはこちらにあるような抵抗やインダクター、積層セラミックキャパシターや半導体などの電子部品です。では早速見ていきます。まずはこちらの部品、電気回路にほぼ 100% 使われているキャパシターを見ていきます。キャパシターといっても色々あるのですが、今日は積層セラミックキャパシター MLCC ですね。そして電解コンデンサー、フィルムキャパシター、タンタルコンデンサーを見ていきます。まずは MLCC です。MLCC にも色々種類がありまして、高誘電率系の材料を使って静電容量を大きくした X7R 特性のものや、温度保証用の材料を使って温度や電圧による影響を少なくした C0G 特性のものもあります。今回は色々用意したので見ていきます。まずはこちら1マイクロファラッド耐圧 450V の MLCC です。なので少し大きめの2220サイズとなっています。今回はこんな感じで回転砥石を使って資料を作成しています。実際にマイクロスコープを使ってみるとこのように MLCC の内部電極が層状に重なり合っていますね。教科書通りの構造となっています。層と層の間の距離はどうなっているかというと約16マイクロメートルでした。これだけの短い距離をこの精度で重ね合わせられるというのはとんでもない技術かと思います。他の MLCC についても見ていきます。これは耐圧が 500V、容量が1ナノファラッドの MLCC です。先ほどと同じくらいの耐圧ですが、静電容量については1000分の1となっています。中身はどのような構造になっているかというと、少し不思議な積層をしていますね。左右の電極を単純に重ね合わせるだけではなくて、中間にはどこにもつながっていない電極を用意しています。また積層の密度も場所によって異なっています。一番上が高密度、真ん中は密度が低く、下の方は中くらいの密度となっています。またこちらの MLCC だと見やすいのですが、電極がない部分についても積層の跡がはっきりと見えています。ここら辺の電極の配置や密度、構造なんかは相当なノウハウがあるんでしょうね。次はさらに静電容量を小さくしたものです。これは 0.12 ピコファラド、耐圧 50V の MLCC です。温度特性は C0G のものを使っています。内部についてはこんな感じになっているんですね。そもそも MLCC の電極同士の重なりみたいなものはなくて、内部電極が向き合っているような構造となっています。多分ですけど重ねてしまうと静電容量が大きくなりすぎてしまうので、このように向き合うような電極構造にして小さな静電容量を作っているのかなと思います。このキャパシターについては電極の色が分かりやすいのでもう少し詳しく見ていきますが、銅、ニッケルメッキ、スズメッキの3層構造となっています。この辺りの構造については教科書通りとなっていました。次はこちらを見ていきます。はい。小さな MLCC なんですけども、小さいのは静電容量ではなくて MLCC 自体の物理的なサイズが小さいものを見ています。村田製作所の 0201M サイズのものです。これはサイズとしては 0.25mm、0.125mm のサイズでして、2024年まではこれが最小のサイズでした。なんですけども、現在はさらに小さな 016008M サイズ、0.16mm×0.08mm サイズが出てきています。これ本当に小さくてリールから出してしまうと MLCC がそこにあるという状況がわからなくなります。普通に塵と間違えるレベルです。このサイズですと人間が手判断するのはさすがに無理ですね。マイクロスコープで見るとこんな感じです。本当に小さいのですが中身はしっかりとキャパシターの構造をしています。これだけ小さい部品をここまで作り込みできるというのは村田の技術力の高さを物語っていると思います。次は少し変わった MLCC を見ていきます。これは3端子コンデンサです。通常の MLCC と比べて ESL が小さいという特徴があります。構造的にはこちらのイラストのように内部電極がクロスするように重なり合います。実際に断面を見てみるとこのように左右の外部電極が内部電極へつながっています。中間にある浮いているような内部電極については実は上から見るとこのように外部電極へつながっています。
このように特殊な構造をした MLCC もあります。次はこちらの電解コンデンサを見ていきます。これは導電性高分子アルミ固体電解コンデンサです。電解コンデンサの構造は基本的にどのタイプの電解コンデンサでも似ています。陽極、電解液、電解子、陰極がロール状になってアルミ缶の中に入っています。実際の断面を上から見てみるとこのようにロール状になっていることがわかります。横方向の断面を見てみるとこのように重なりがよくわかります。黒い部分が紙みたいになっていて、そこに導電性高分子を電解質として使っています。灰色の部分はアルミ箔なのですが、よく見てみると陰極と陽極を見分けられます。よくあるアルミ色の箔は陰極、アルミを中心としてそれを灰色の層で挟み込んだような構造をしているのが陽極です。陽極の灰色部分についてはアルミ箔を表面処理することによって作った酸化膜です。この酸化膜でアルミ電解コンデンサの耐圧を確保しています。それにしてもかなりはっきりと見分けがつきますね。次はタンタルコンデンサです。これも実は一種の電解コンデンサです。皆さんがよく使うと思う電解コンデンサは電解質が液体なんですけども、タンタルコンデンサは電解質は固体です。内部構造はこのようになっています。この真ん中を通っているのがタンタルワイヤー。四角い部分が誘電体である五酸化タンタル。ここまでが陽極です。固体電解質の二酸化マンガン。陰極のグラファイトと銀ペーストといった構造です。この映像だと分かりにくいのですが、四角い部分は多孔質構造となっています。なのでタンタルコンデンサはサイズの割には静電容量は大きいです。タンタルコンデンサはキャパシターとしての特性は良いのですが、故障モードが短絡故障となります。ですので MLCC やポリマーを使った電解コンデンサなど他のキャパシターへの置き換えが進んでいます。最近は見かけることも使うことも少なくなっています。キャパシターの最後はこちらルビコンの PML キャップです。チップ形状のキャパシターですが、種類的にはフィルムキャパシタです。よくあるフィルムキャパシターは巻いて作っていくのですが、 PML キャップは MLCC みたいに積層して作っています。PML キャップ自体は特性がものすごく良いキャパシタでして、高級オーディオなんかで使われることもあるそうです。ただその分値段は高いですね。実際に断面を見てみるとこのようになっています。層の厚さは非常に薄いですね。フィルムの厚さはだいたい1マイクロメートル程度です。よくあるフィルムキャパシタのフィルムの厚さは数マイクロメートルから数十マイクロメートル程度なので、 PML キャップは非常に薄いということになります。ここでハイロックスの新製品のマイクロスコープについて少しだけ見ていきます。前回の製品と比べて変わったところがいくつかありますが、それらを紹介していきます。まずはこちらの高解像度カメラとレボルバーレンズユニットです。カメラとレンズユニットが一体となったものです。10から80倍のマクロレンズ、100から500倍の対物レンズが標準搭載されています。合計4つのレンズを取り付けられるようになったので、観察対象に合わせて適切なレンズを使えます。レンズの最高倍率は最大で1万倍ですが、1万倍というのは光学顕微鏡の限界ラインです。実際こちらの製品使ってみて、実質的に有効な倍率は5000倍程度かなと思いました。照明についても前の機種から進化しています。前のモデルでは光源が必要だったんですけども、新製品は光源とレンズが一体となっているので、光源を調整したりとか接続したりといっためんどくささは減っています。こちらの新製品ですね、操作用の左手コントローラーがついてきます。これ結構いいです。左手でズーム操作やフォーカス調整、ステージの移動、光源の変更やその他ショートカット操作などができるようになっています。コントローラーがない場合は画面をポチポチしてステージ移動やフォーカス調整をするのですが、マウス操作が結構多くて不便でした。専用コントローラーがついたことで、この辺りの操作性についてはかなり容易でかつ直感的に操作できるようになっています。そして本体のスタンド部分についても変わりました。足の部分に振動を吸収する機構がついたので、高倍率レンズの時に振動を抑えた観察ができます。この台自体は従来のレンズと組み合わせて使うことも可能です。また本体部分についてはカメラを2台同時接続できるようになりました。もちろんこれまで使っていたカメラとレンズを組み合わせて使うことも可能です。次はインダクターを見ていきます。インダクターといってもスルーホール部品からチップ部品まで色々あります。まずはスルーホールタイプのものから見ていきます。これはドラム形状のインダクターです。リード線の部分にマグネットワイヤーを巻いてハンダ付け、そしてコアには巻き線を巻き付けてあります。
当然断面も見ていきます。断面はこのようになっています。I 形状のコアをしていますね。そこに巻き線が巻き付けてあります。この形状はインダクターのコイルを簡単に巻けるんですけども、時速がコアの端っこから漏れ出すような構造となります。ですので流す電流によってはこのインダクター自体がノイズ源となってしまいます。使いどころであったりコアの形状をしっかりと選ぶ必要があります。後で紹介しますが、時速が外に漏れにくい構造のインダクターもあります。次はこちらのインダクターです。一見ですね、抵抗のように見えるんですけども、実はインダクターです。断面を見てみると、このように内部には磁性体のコアがあって、そこへ巻き線を巻くといった構造をしています。コアの形状は I 形状ですので、先ほどのドラムタイプのインダクターと似ていますね。樹脂系の材料でコアや巻き線がしっかりと密閉されているので、劣悪な環境への耐性はありそうです。見た目がですね、抵抗とかなり似ているので、抵抗と間違えて使わないようには注意したいところです。次はこちら。こちらもインダクターなのですが、先ほどまでの形状とは違っていて、コアの内部にリード線を通すような形状をしています。実際に断面を見てみると、このように巻き数1のインダクターとなっています。これはインダクターの中でも特にフェライトビーズインダクターと呼ばれるものです。一般的にはスイッチング電源などの高周波のノイズを出すところにこのインダクターを入れてノイズを吸収するために使うということが多いです。次はこちらです。こちらは2つとも表面実装タイプのインダクターなのですが、違いはわかりますでしょうか？この2つのインダクターの違いは定格電流とインダクタンス値です。一目見てみると巻き線の太さが全く違いますよね。巻き線が太いものが定格電流が高いもの、巻き線が細い方が定格電流は低いものとなります。ここで画面分割機能を使ってそれぞれのインダクターを見ていきます。一度低倍率でマップを作っておきます。高倍率にした時にこのマップをクリックすると行きたい位置に移動できるので便利です。まずは定格電流が高い方の巻き線の断面積を見ます。こちらのマイクロスコープ、面積の測定もできまして、導線の周辺を囲っていくとこのように面積が表示されます。187869平方マイクロメートルなので約 0.18 平方ミリメートルです。定格電流の低い方も見てみます。同じように導線の断面積を測定すると約 0.03 平方ミリメートル中盤です。よく見てみると巻き線の外側と内側で太さが違いますよね。これについてなんですけど、回転砥石でインダクターを削るときに圧力をかけすぎて線自体が伸びてしまった可能性があります。このように導線の断面積と正確には使うコアの等磁率の電流特性などによってインダクターの定格電流が決まります。さらにインダクタンス値については導線の断面積が細いものについてはたくさん巻けるのに対して導線断面積の広いものは少ない回数しか巻けません。これらの違いもインダクタンス値に効いてきます。次はこちらです。先ほど見た表面実装タイプのインダクターと結構似てる構造をしていますが少しだけ違います。それは何かというと巻き線の部分が樹脂で固められています。そしてこの樹脂はただの樹脂ではなくてフェライトの粉末が混ぜられた樹脂です。このようにフェライト粉末を混ぜた樹脂で覆うことで空気中よりも時速が通りやすい磁路ができます。つまり外に漏れる磁気ノイズが少なくなるので周辺にある電子部品へのノイズの影響を少なくできます。このインダクターよく見てみると空洞ができてしまっています。これは本来あってほしくないものなんですけども製造上のばらつきだとかあとは気泡が混じってしまったとかでできてしまっています。この空洞の大きさがどれくらいなのかというのも実は測定できるんです。マイクロスコープの深度合成機能を使います。その時に画像処理をすることで奥行き方向のくぼみの深さを測定できるということです。くぼみの部分の深さはどうなっているかというとだいたい500から600マイクロメートル程度です。カラーマップの表示もできますので一目でパッと凹凸を見ることも可能です。この辺りはレンズなどの光学系の精度、ステージなどの機械系の精度と画像処理の組み合わせのおかげでできています。次はこちらのインダクターです。これはメタルアロイタイプのチップインダクターです。内部を見てみるとこのように巻き線を磁性体の材料で固めたような構造となっています。磁性体自体が磁気シールドの役割をしていますので外部に漏れ出す時速が少ないのが特徴です。ちなみに今回は入手していませんがチップインダクターには積層タイプのものもあります。積層していくことでインダクターを作るものです。
インダクターの最後がこちらです。可変キャパシターはよく使うかなと思うんですけど、可変インダクターはなかなか使う機会ないんじゃないかなと思います。使うとしても無線系でもしかしたら使うかもなとか、そんなところですね。キャパシターの方が使う機会は多そうですね。内部の構造はこのようになっています。ケースの内側と外側にフェライトコアがありますね。その間に巻き線がある構造です。内側のフェライトコアにはネジが切ってあって、これを回すことでコアが移動します。そして外側のコアと内側のコアのコア同士の結合を変えてインダクタンスを調整するというものです。なかなかよく考えてありますね。次は抵抗を見ていきます。まずはこちら、電子工作をするときには必須の炭素被膜抵抗です。いわゆるカーボン抵抗ですね。今見ているのは 1kΩ の抵抗です。こういうスルーホールの炭素被膜抵抗はもともと抵抗体がコーティングしてあって、それをレーザーや砥石を使ってトリミングして抵抗値を作っていきます。真ん中の白い部分がセラミックの芯、その上に炭素被膜、左右に金属キャップがあって全体をベージュっぽい樹脂でコーティングしています。セラミックの芯と炭素被膜の部分が等間隔でへこんでいますが、これがトリミングした後です。抵抗のプロに聞いてみたところ、こちらは砥石を使ってトリミングしているとのことです。次はこちら。通常の炭素被膜抵抗っぽい見た目ですが、断面を見てみると全く違うものであることがわかります。これはソリッド抵抗です。真ん中の黒いぐにゃぐにゃしている部分が抵抗体です。炭素被膜抵抗とは異なって、ソリッド抵抗は炭素と樹脂を混ぜ合わせたもので抵抗体を作っています。特徴としてはパルス耐性が高かったり、コイル形状となっていないので、インダクタンス成分が少ないという特徴があります。電化製品とか分解してても、こういったソリッド抵抗なんかはなかなか見かけることはなくなってきているんじゃないでしょうか。次はこちらです。可変抵抗器なんですけども、その中でも特に多回転タイプの可変抵抗器です。実際に断面を見てみると、抵抗値を操作する歯車の部分とネジの部分が組み合わさってできています。このネジを回すことで噛み合ってる歯車も一緒に回るということですね。歯車を外してみると、その下には抵抗体があります。歯車の裏を見てみると、金属の板バネのようなものがついていて、抵抗体と接触するようになっています。想像していた多回転の可変抵抗は、もっと抵抗体を長くして、それで調整しているのかなと思ったんですけど、想像と違いました。ネジと歯車で減速比を作ることで、移動量を少なくして細かく抵抗値を調整しているということですね。次はこちら、セメント抵抗です。耐熱性があるので大電力のところで使われたり、放電用の抵抗として使われることが多いやつですね。外部はセラミックの焼き物でできていて、内部はセメントで固められています。外の焼き物の部分は非常に硬いんですけども、セメントの部分はピンセットでつつくとボロボロと崩れてしまいます。結構柔らかいです。内部の抵抗体の部分はどうなっているかというと、セラミックの芯に高抵抗の金属線が巻かれています。このように金属線でできているので、よほどの大電力を消費させない限りは焼き切れることはないです。最後の抵抗はこちらのチップ抵抗です。チップ抵抗なんですけども、基本的にはセラミック基板の上に抵抗体の被膜が乗っている構造となっています。この抵抗の場合は、その抵抗体の被膜を樹脂でさらにコーティングして保護しています。今回の場合ですと緑色の樹脂でコーティングされていました。コーティングをさらに剥がしたものがこちらです。黒い部分が抵抗体です。抵抗値の調整はこの部分でちょうど L 字のところがありますね。ここで調整しています。もともとはこの部分にも抵抗体はあるのですが、レーザーで抵抗体を焼き飛ばして抵抗値を調整します。縦に入っているトリミングで大まかに抵抗値を調整して、その後横にトリミングを入れることで抵抗値の微調整を行います。次はヒューズを見ていきます。よく見るガラス管ヒューズはこんな感じです。中に線が入っていますね。過電流が流れると線が切れて電流の遮断が完了します。内部の線の太さは遮断電流によって変わっていって、太いほど多くの電流を流せるヒューズとなります。ヒューズの形状にも色々あります。まずはこちらです。これは抵抗っぽく見えますけど、実はヒューズです。削って内部を見てみるとこのように線があります。ここでもヒューズの原理がありまして、過電流が流れると中の線が切れると。
ただこのタイプのヒューズはですね、基板にハンダ付けするタイプのものです。切れた時にハンダを外してもう一回ハンダ付けをするみたいな工程がかなり大変なものになります。ガラス管ヒューズのようにホルダーがあるものを使う方がメンテナンス性は高いです。次はこちらの大電力ヒューズを見てみます。分解してみると中に砂が入っています。これはアークを消すための砂です。特に電圧が高くて大電流が流れるヒューズには中に砂が入っていることが多いです。また電流が流れる部分については不思議な形状をしています。基本的には帯状のヒューズなんですけど、真ん中にボコボコ穴が開いています。なぜこうなっているのか詳しい理由はわかりませんが、穴の開いている部分の電流密度は高くなります。この部分で確実に切れてほしいからこのような形状になっているのかなと考えてます。次に中身を見るのはこちら、クリスタルです。これは水晶振動子と呼ばれるもので、決まった周期の振動を作るのに使われる部品です。クォーツ時計に使われていたり、マイコンのクロック信号を作るのにも使われたりしています。まずはこちらの水晶振動子です。これは 32.768kHz のものです。時計用ですね。内部はものすごく繊細でして、缶から取り出す時に内部を何回も壊してしまいました。これはその中の生き残りです。内部はこのような形状をしています。音叉みたいな形状をしている水晶があって、その表面に金属の薄膜があるようです。実際に振動子は電圧を加えると目に見えないレベルで振動します。それを活用してクロック源とすることができるんです。形状によって振動する周波数が変わるので、様々な周波数の振動子が作られています。今見てきたのはシチズンのものですが、セイコーの振動子も見てみます。周波数も同じで、負荷容量も同じですが、どうでしょうか。左がシチズンのもの、右がセイコーのものです。クリスタルの形状がだいぶ違いますね。同じような動作をするクリスタルでも、メーカーによっては形状は様々なんですね。水晶振動子についてはあまり詳しくはないんですけども、どっちが優れているとか、そういうものでもなさそうです。次はこちら、さらに周波数の高い 17MHz の水晶振動子です。音叉のような形状ではなくなって、単なる板の表裏に金属薄膜があるような構造となっています。この板は水晶でできているんですけども、その水晶の削り方であったり、薄膜の形状なんかにも色々ノウハウがあるそうな感じでしょうか。次はディップスイッチです。単純に中身がどうなっているのか気になりませんか？ということで断面を見ていきます。断面はだいたい想像していた通りの構造をしていました。白いプラスチックの部分をカチッと移動させると、それが金属に当たって接点を閉じるという動作です。稼働する金属のプラスチックが当たる部分については、何か金属に表面処理がされているようです。だいぶ色が違っていますよね。この部分については擦れる部分なので、表面を滑らかにして、プラスチックや接点の消耗を少なくしている可能性があります。次はこちらのトグルスイッチです。中身を開けてみるとこんな感じ。真ん中のプラスチックが移動すると接触している金属片が動いて導通する接点が変わります。プラスチックの部分には滑りを良くして摩耗を抑えるためのシリコーングリスのようなものが塗られていました。また金属接点部分については接点の耐久性を高める目的と思われる透明なグリスが塗られています。グリスを取り除いた後の接点の様子はこんな感じです。接点となる部分は滑らかになっているのかなと思っていたのですが、意外にも結構デコボコとしています。次は皆さんお待ちかねの半導体を見ていきます。今回は中身の見やすさ重視ということで、金属管に入っているタイプの半導体を観察します。最近ですと半導体のパッケージはエポキシ樹脂でやっていることが多いんですけども、こういった管に入っている半導体もまだ製造されています。こういった管に入っている半導体は密閉性が非常に高く、熱を逃がしやすく、さらに管自体がシールドになるというメリットがあります。缶の中身を見てみるとこのように中央部分にシリコンチップがあります。缶の外側に足が生えているんですけど、この足は缶の内側にもつながっています。チップと足の接続はワイヤーボンディングです。こちらはダイオードなので、これがアノード、そしてこちらがカソードです。カソードについてはチップ上でもう一端子引き出せるようになってはいますが、実際にはどこにも接続されていませんでした。パッケージ違いの同じ製品があるのですが、そちらではカソードを2本引き出しているので、そのためのパッドかもしれないです。
このパッドの部分よく見てみると傷みたいのがありますよね。これは半導体が完成した時に半導体テスターで試験をするんですけども、その時にテスターから出ているプローブをですね、パッドにこういう風に当てるんですけど、その時にできた傷です。シリコンチップ上にですね、緑色に見える線が一周ぐるっとなっていますが、これは何でしょうね。ガードリングと呼ばれているものでしょうか。わかる人いたらぜひコメントお願いします。次も同じダイオードなのですが、こちらは2回色入りの RF ダイオードです。先ほどと同じメーカーだからというのもあるかもしれませんが、見た目的にはあまり変わらないですね。ワイヤーボンディングのやり方は、チップ側はウェッジボンディング、リード線側についても同じくウェッジボンディングでした。ワイヤーの色は白っぽいので、多分アルミワイヤーかなと思います。この線には最大で 20mA 程度流しますので、金ワイヤーでやろうとすると高くなるとか、そんな理由でしょうか。中身的には同じ RF ダイオードなんですけども、よく見てみるとですね、それぞれでちょっと配線の長さとか違ってるんですよね。こちら側のダイオードについては、アノード側の電極の取り回しが少し長くなっています。そういうところにも RF 特性って効いてくるんでしょうかね。微々たる違いではあるんですけども、気にする人はもしかしたら気にするかもしれません。ただこれについてはリード線の長さとか、あとは回路へ接続するプリント基板のトレースの長さとか、そちらの方が支配的なものかなと思います。次はこちら N チャンネル MOSFET です。この端子がそれぞれゲート、ドレイン、ソースです。パッケージを見てみると4つ目のリードがあるようですが、これはケースの方につながっています。先ほどのダイオードと比べると少し複雑な形状をしています。チップの色なんですけど、緑、紫、青、ベージュなど結構カラフルですよね。ただ実際にチップがこの色をしているというわけではなくて、チップ上に精膜された膜の光の干渉によって生じるものです。薄いもので言うとシャボン玉なんかがですね、虹色に見えることがあるんですけど、それと同じです。次はこちら NPN のバイポーラジャンクショントランジスタです。非常にでかいです。こちらは今まで見てきたものと比べて定格電力が大きく 60V15A のものです。ですのでシリコンチップのサイズも大きいですし、ケースのサイズも大きくなっています。昔のオーディオアンプの後ろ側を見てみると、ヒートシンクにこの形状のトランジスタが固定してあるみたいなことがあります。実際中身はこのようになっています。定格電力が大きいのでチップのサイズも大きいですし、ケースも大きくなっています。ボンディングワイヤーもかなり太いですね。パワー半導体といった感じです。チップのレイアウトも少し面白くて、短冊状の電極が交互に重なり合うようになっています。この場合ですと外側を囲んでいるのがベース電極、その中にある島の電極がエミッターです。このシリコンチップの場合、チップを貫通するように電流が流れるので、このケース自体がコレクターとなっています。本当にパワー半導体のように縦型のチップとなっていて、チップ内を電流が貫通するような構造となっています。あとはシリコンチップとケースはハンダ付けされているので、シリコンチップ上での発熱をケースに効率よく逃がせるようにもなっています。缶に入っている半導体の最後、オペアンプです。これはテキサスインストゥルメンツのオペアンプの LM201 です。缶に入っているものはその他のパッケージと比べて値段が極端に上がって1個3000円ぐらいします。シリコンチップを見てみると、なんだかオペアンプっぽい回路だなっていうのがわかりますよね。この部分が作動増幅回路の入力で、そしてなんか抵抗があるなとか、この辺りが出力弾のトランジスタなのかなといった具合です。実際のデータシートとこの映像を見てもらうと、回路図との対応でどういうレイアウトをしているのかというのがわかると思いますので、興味のある人は一時停止していろいろ確認してみてください。次は変わり種の半導体としてメムスマイクを見てみます。こちらはサイズ的には大きめのメムスマイクですが、スマホにはこれよりもさらに小さなサイズのパッケージのメムスマイクがいくつも使われています。こんな形状のがマイクなのかっていうふうに思いますよね。パッケージの裏側を見てみると穴が開いています。この部分から空気の振動が伝わって内部にある膜を振動させます。中身を開けてみるとこんな感じです。この丸い部分がマイクのダイヤフラム部分です。この部分が半導体のシリコンでできています。シリコンの膜はこんな感じであるんですけど、それが音で振動することで静電容量が変わります。その静電容量の違いを読み取って、それを信号に変換するわけです。
センシングやアナログからデジタルへの変換回路は専用の ASIC が使われています。こちらの黒いエポキシ樹脂っぽいものでポッティングされている部分が ASIC です。この MEMS マイクについてはシリコンで膜を作ってそれをマイクにしてしまうというなかなかすごい技術かと思います。半導体の最後はこちら、自作半導体です。実はこういったオリジナルのレイアウトのシリコンチップは自作できます。これは以前オープンソース半導体コミュニティの医師会の方のサポートで作ったオペアンプ回路です。一つのチップ内で領域を区切って他の人と一つのチップをシェアしています。ちょうどこの部分が一見が作ったオペアンプの回路です。トランジスタのプロセスルールは 0.6 マイクロメートルで、チップサイズは 1.8 ミリ角です。価格はですね、思ったよりも安くて、ベアチップ20個で20万円ちょいです。このチップの詳細については概要欄にあるリンクで動画としてまとめていますので、興味のある人はぜひチェックしてみてください。高倍率のレンズを使って拡大するとこのようにトランジスタレベルで見えます。拡大していくとだんだんですね見えづらくなってきて、この辺りがやっぱり光学系の限界かなというところですね。だいたい5000倍くらいが使える限界です。実はこのレベルの拡大でも画像解析自体はできまして、表面の凹凸具合がわかるようになっています。実際メタルレイヤーがあるところなんかは少し盛り上がっているのがわかりますよね。あとは半導体同士をつないでいるビアの部分を見てほしいんですけども、設計時点だとビアは四角で開けたんですけども、少し形状が丸くなって角が取れていますよね。薬品とかガスで溶かしたりいろいろしているわけなんですけども、どうしてもこのようにエッジが取れて丸くなってしまいます。実際作ってみるとこういう風になるんだっていうのがよくわかります。そして最後の部品はこちら、プリント基板です。断面を観察します。プリント基板は上から見ることは多いんですけど、このように断面から見る機会って実はあまりないんですよね。実際見てみるとこのようになっています。今回は6層基板でやっています。このようにしっかりと6層になっています。一番表面にレジストがあって、その下に表層の銅箔があります。下の方には内側の層の銅箔があります。機材は FR4 でガラス繊維とエポキシ樹脂です。こちらの部分、縦方向に銅がありますが、これはビアです。今回のビアなんですけど、パッドオンビアでやってみました。これはビアの上に銅箔を入れられるもので、高密度実装の時にパッドオンビアをできると非常に助かる場面が多いかと思います。パッドオンビアはビアの上に銅箔を入れるので、ビアの中に何か充填する必要があります。今映っているものについてはビアの中に樹脂を充填しているものです。これがあることで表層の銅箔がへこんだり破れたりということはしません。ここに充填する素材によってもプリント基板の特性は変わります。こちらは樹脂に銅の粉末を混ぜたものを充填したものです。樹脂だけのものと比べると熱が伝わりやすく、さらに電流も流れやすくなります。ただその分値段は高くなります。電流を流すようなアプリケーションであったり、あとは基板の反対側まで熱をしっかりと伝えたい。そんな場合には銅のフィラーは良いですね。今日はマイクロスコープを使って電子部品などいろいろなものを観察してきました。実際に分解して中身がどうなっているのか確認するにも使えますし、また製造の現場などでどれくらい細かい部分まで製品の品質が保たれているかというのをすぐに観察することができます。例えば品質保証の担当者であったり、開発者研究者の方はマイクロスコープがあると役に立つ機会は非常に多いかと思います。もしハイロックスのマイクロスコープが気になる方がいましたら、概要欄にリンクがありますので、ぜひチェックしてみてください。というわけで、もしこの動画が役に立ちましたら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。何か気になることがありましたら、ぜひコメントも残してみてください。それでは最後まで動画のご視聴ありがとうございました。一見が作ったブレッドボード基板や配線済み LED 製品などの電子工作グッズを販売中です。詳しくは概要欄から。